こんにちは。今日は世界的なベストセラーであり、長年にわたって多くの人々に影響を与えてきた、簡約7つの習慣人格主義の回復という本をご紹介します。この本はビジネスパーソンやリーダーだけでなく、日常生活で充実した人生を送りたいと考えているすべての人にとって、非常に役立つ一冊です。著者のスティーブン・コビーは短期的な成功やテクニックではなく、長期的な成長と内面的な人格を基盤にした本物の成功を目指すための7つの習慣を提唱しています。では、この7つの習慣がどのように私たちの生活を変え、豊かな人生を築くためのヒントを提供してくれるのか、詳しく見ていきましょう。まず、この本が他の自己啓発書と異なる点は、成功や幸福の基盤を人格に置いているところです。多くの成功本がどうすれば目標を達成できるかというテクニックや方法論に焦点を当てている一方で、7つの習慣では自分の内面をどう整えるかという深いテーマに踏み込んでいます。これは人格主義と呼ばれ、表面的な成功だけでなく、内面的な成長を追求することが重要だと説いています。まず、一つ目の習慣は主体的であるです。この習慣は自己責任を持つこと、そして自分の人生に対して積極的に責任を引き受けることを意味します。コビーはこの習慣が他のすべての習慣の基盤であり、最も重要な習慣だと強調しています。多くの人は人生の中で起こる出来事を他者や外部の要因のせいにしてしまうことがあります。例えば、仕事で上司との関係がうまくいかないとき、上司がもっと理解してくれればとか、環境が良ければもっと結果を出せるのにといった思考に陥りがちです。しかし、コビーは私たちが人生で直面する問題は、外部要因ではなく、自分自身の行動と選択に責任を持つべきだと説いています。この主体的であるという習慣は、外部の状況や環境に左右されるのではなく、自分の内側から行動を決定する力を持つことを意味しています。例えば、あなたが困難な状況に直面しているとき、それに対してどう反応するかは他者ではなく自分自身が決めるべきだという考え方です。視聴者の皆さんも自分の人生で困難や障害に直面しているとき、自分には何ができるだろうかという問いかけをしてみてください。自分がどう反応し、どう行動するかを選ぶことで、人生のコントロールを取り戻すことができます。次にご紹介するのは、第2の習慣終わりを思い描くことから始めるです。この習慣は、長期的な目標やビジョンを最初に設定し、そのゴールに向かって行動を計画するという考え方です。多くの人は日々の生活に忙殺され、目の前のタスクや問題に追われてしまうことが多いかもしれません。しかし、この習慣では人生や仕事において何を目指しているのか、という大きな視点を持つことが重要だと説かれています。例えば、あなたが仕事でプロジェクトに取り組む際、そのプロジェクトの最終的な成果が何であるかを明確にしておかなければ、途中で方向性を見失ってしまう可能性があります。仕事だけでなく、人生そのものにおいても、終わりを思い描くという視点は非常に重要です。自分がどんな人生を歩みたいのか、何を成し遂げたいのかを明確にすることで、日々の行動に意味と方向性が生まれるのです。視聴者の皆さんも、ぜひ自分は何を目指しているのか、という質問を自分に投げかけてみてください。そして、その目標に向かって一貫した行動をとることができれば、人生に大きな充実感が生まれるでしょう。次に紹介するのは、第3の習慣最優先事項を優先するです。この習慣は、日々の生活の中で最も重要なことに集中し、無駄なことや緊急性のないものに振り回されないようにするためのものです。私たちは日常生活の中でやらなければならないことが山積みで、ついつい優先順位を見失ってしまうことがあります。しかし、コビーは重要なことと緊急なことを区別し、本当に価値があることに時間を割くことが成功の秘訣だと述べています。例えば、仕事の忙しさに追われて、家族との時間や自分自身の成長のための学びを後回しにしていませんか？コビーは最優先事項にしっかりと時間を確保し、それを中心に生活を組み立てることの大切さを強調しています。多くの人が緊急な仕事やタスクに追われて、本当に大事なことがおろそかになってしまうことがありますが、この習慣では重要なことを優先することで、長期的な成功や満足感を得られるようになります。視聴者の皆さんも今すぐやるべきことと本当に重要なことを見極め、優先順位を見直してみてください。この習慣を実践することで、毎日の行動がより意味のあるものになり、時間の使い方が劇的に改善されるでしょう。次にご紹介するのは、第4の習慣ウィンウィンを考えるです。これは成功や幸福を他人との競争や勝敗で測るのではなく、互いに利益を得られる関係を築くことができるかどうかに焦点を当てた習慣です。コビーは私たちが社会の中で真に成功するためには、他人を犠牲にして勝つのではなく、相手も自分も満足できるウィンウィンの関係を築くことが大切だと強調しています。
例えば、ビジネスの場であっても、競争相手を倒すことだけを考えるのではなく、相手が何を求めているのかを理解し、双方が満足する解決策を見つけることが重要です。この考え方は、長期的な信頼関係を築くためにも不可欠です。職場でも家庭でも、相手との協力を重視する姿勢を持つことで、互いに尊重し合う関係が築かれ、より良い結果を生み出すことができます。視聴者の皆さんも、職場や家庭で、勝ち負けにこだわりすぎていないか、振り返ってみてください。ウィンの姿勢を持ち、協力的な関係を築くことで、結果的に自分自身もより豊かな人間関係を築くことができるはずです。そして、第5の習慣理解してから理解されるです。この習慣はコミュニケーションにおいて非常に重要です。多くの人が自分の意見や感情を伝えることに集中してしまいがちですが、まずは相手を理解しようとする姿勢が何よりも大切です。例えば、職場で意見が対立する場面や、家族とのコミュニケーションにおいても、まずは相手の話に耳を傾け、相手の視点を理解しようとすることで、対立や誤解を防ぎ、より建設的な対話が可能になります。この習慣を実践することで、私たちはより深い信頼関係を築くことができ、結果的に自分の意見や考えもより理解されやすくなるのです。さて、ここからは残りの習慣についてお話ししていきます。前半で主体的である終わりを思い描くことから始める、最優先事項を優先する、ウィンを考える理解してから理解されるの5つの習慣を紹介しましたが、これらに加えて、さらに2つの習慣が私たちの成長を支える重要な要素となります。まず、第6の習慣シナジーを作り出すについてお話しします。この習慣は、11が2以上の結果を生み出す相乗効果を活かして、協力して成果を最大化することを意味します。コビーは個々の力では達成できないことも、異なる意見やスキルを結集させることで、想像以上の成果を生み出すことができると強調しています。例えば、ビジネスの場面では、チームメンバー全員が同じ目標に向かって協力することで、個人では到達できなかった成果を得ることができます。職場や家庭、コミュニティにおいても、異なる意見や視点を尊重し、協力して問題を解決することで、新しい発見や成長が生まれます。視聴者の皆さんも、他人との協力をより重視し、シナジーを生み出すことで、より良い結果を得られる場面を見つけてみてください。次に紹介する第7の習慣は、歯を研ぐです。この習慣は、自己成長とバランスの取れた生活を維持するために、常に自分をリフレッシュし、磨き続けることの重要性を説いています。私たちは、日々忙しく過ごす中で、心身ともに疲労してしまいがちですが、適切な休息と自己改善の時間を取ることで、パフォーマンスを最大化することができます。この歯を研ぐという考え方は、私たちの4つの側面、つまり身体的、精神的、感情的、そして社会的なバランスを取ることを意味します。例えば、定期的な運動や健康的な食生活は、身体的なエネルギーを保つために必要です。さらに、読書や新しいスキルの学習など、知的な成長も欠かせません。また、友人や家族との時間を大切にし、心の安定を保つことも重要です。視聴者の皆さんも、自分を磨くための時間を作り、バランスの取れた生活を心がけてみてください。特に、忙しい日常の中で、リフレッシュする時間を意識的に確保することで、長期的に見て、大きな成果を得ることができるはずです。ここで紹介したシナジーを作り出すと、歯を研ぐという2つの習慣は、前半でお話しした5つの習慣と組み合わせることで、さらに強力な効果を発揮します。これらの習慣は、単なる成功のためのテクニックではなく、人生全体にわたるバランスと持続可能な成長を促進するためのものです。私たちが日々の生活にこれらの習慣を取り入れることで、より豊かで充実した人生を手に入れることができるでしょう。結びに向けて、ここまで簡約7つの習慣人格主義の回復における7つの習慣を紹介してきました。この本は成功や幸福を追求するために私たちがどう行動すべきかを示してくれるだけでなく、その根本にある人格や価値観を深く見つめ直すきっかけを与えてくれます。もしこの本に興味を持たれた方がいれば、ぜひ手に取って読んでみてください。きっと日々の生活や仕事において新しい発見や気づきを得ることができるでしょう。下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。